皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回はですね、私が1月に新しく始めたことというテーマで雑談をしていこうかなと思います。雑談なのでいつもよりリラックスしてそうですね、リラックスした気分で話していこうと思うので、皆さんもリラックスしながら気軽に聞いてもらえればなと思います。早速なんですけど、私が1月に新しく始めたこと3つもあるんですね。1つ目はホットヨガです。ただのヨガじゃなくてホットヨガなんで、暑い気温が何度あるんだろうな、あれは。気温が30度とか35度ぐらいある暑い部屋の中でヨガをする。それを1個始めました。で、もう一つはマシンピラティスです。これも2つ運動ですね。これを始めました。で、あともう一つはジャーナリングです。前回のエピソードでも話したんですけど、ジャーナリングですね。これを1月に、始めたというとあれですけど、始めました。これも後で詳しく話そうと思うんですけど、この3つですね。ホットヨガ、ピラティス、ジャーナリング。これを始めたので、この3つについて話していこうと思います。皆さんは2026年新しい1年になって何か新しく始めたこととかありますか？または新しくなくても2025年途中でやめちゃってたからもう一度日本語勉強し始めたっていう人もいるかもしれないですね。やっぱり1年の初めとか1週間の初め月曜日とか毎月1日とかね、別に関係ないっちゃ関係ないですよね。ただこう時間が過ぎていく日の中で、もうその1日でしかないので、あまり特別ではなかったり関係ないって思うかもしれないんですけど、やっぱりなんか毎月月が変わると、こう新しい1年が始まるとリフレッシュした気分になって、よし、何か始めてみようみたいな、やる気とかモチベーションも出てくるかなと思います。私は結構そのタイプで、毎月1日とか新しい年っていうカレンダーを1枚めくるだけで気持ちが切り替わるような人です。で、なんですけど、まずホットヨガですね。ホットヨガはずっと始めたいと思ってました、実は言うと。家でヨガの YouTube の動画を見て一緒に運動したりとか、で、ホットヨガは昔体験って言って1回だけ体験に行ったことがあったんですけど、クラスに通うっていうほどまでではなかったんですね。でも今、ちょっと安いキャンペーンみたいなをやっていて、で、体験レッスンに行ってきました。体験っていうのは、無料で、またはすごく安い値段で一度試してみることができるっていうのが体験レッスンなんですけど、それに行ってみて、ホットヨガなので、暑いところで体を動かすので、びっくりするぐらい汗をかきます。めちゃくちゃ汗をかきます。で、私が体験したヨガは、強度が高いヨガではなかったです。難しいヨガではなかったんですけど、めっちゃ汗をかいて、で、その後めっちゃすっきりして、まずもうその汗を大量にかいて、ヨガをした後に顔がすっきりしてるのを見て、うわ、めっちゃいいやんって思いました。で、その後ですね、そのホットヨガはどうなんだろうな、値段的に私はめっちゃ高いとは思わないですけど、全然安くはないです。なのでちょっと迷いました。入る、入会する、どうしよう、って思ったんですけど、多分この機会を逃すと、また一生やりたいなって思いながら、日々生活するんだろうなって思ったので、もう思い切ってね、ヨガを始めることにしました。で、運動はね、いろんな運動があると思います。ジムに行って筋トレしたりとか、普通に外走ったりとか、いろんなスポーツしたりっていうのもあって、全部ね、それぞれいい面っていうのはあると思うんですけど、私は今回ヨガをやっていいなって思ったことが3つあります。
一つ目が瞑想の効果、メディテーションの効果があるなって思います。ヨガは自分の呼吸に意識を向けて、こう自分にめちゃめちゃ集中するんですね。で、動きもすごくゆっくりなので、めちゃめちゃ集中して、自分の呼吸にも集中してっていうので、すごく瞑想の効果があると思います。他のことは全部忘れて、一旦呼吸に集中するっていうので、普段生活していて、こうゆっくり自分の呼吸に意識を向けることなんてほとんどないかと思います。瞑想を習慣にしている方だとね、その習慣があっていいと思うんですけど、なかなかね、瞑想って言われてもみたいな感じで、あまりできない、やらないっていう人もいると思うんですけど、ヨガをするだけで本当にその効果があるなって思いました。なので、汗を大量にかいて体がすっきりするんだけど、呼吸に1時間集中することによって、もう頭もすっきりしてます。だから頭も体も同時にすっきりできるのがヨガだなって思います。それが一ついいなって思ったポイントで、で、二つ目は姿勢です。姿勢がめっちゃ正しくなります。で、ヨガはね、そうだろうなって思う人もいると思うんですけど、ゆっくり動かして自分の呼吸にも意識するんだけど、自分の姿勢とか、骨とか骨盤の位置とか、そういうのを全部に意識を向けないといけないんですね。で、それがめっちゃ大変です。思っているよりも大変だし、私は思っているよりも自分の姿勢が悪かったんだなっていうのに気づいたんですけど、普段ずっと座って、パソコンをね、こうぐーって見ながら生活してるので、そりゃ姿勢も悪くなるよなっていう感じで、で、その姿勢を正せるっていうのがめっちゃいいし、一人で家でヨガをやってると、やっぱりインストラクターの方がいないので、自分がどう傾いているのかってわからないですよね。でも、インストラクターの方がいて、そこでヨガをすると、途中でね、もうちょっとこっちに力入れてとか、はい、お腹に力入れてお腹へっこませるよとか、肋骨締めてみたいな感じで、パーソナルのヨガではないので、そんな毎時間1時間ずっとサポートしてくれるわけではないですけど、ちょっと腰が反ってるなとか猫背だなってなったら姿勢を矯正してくれるので、ヨガをずっと続けると姿勢がどんどん正しくなっていくんだろうなって思いました。もちろんその1時間程度で姿勢は良くならないですけど、ヨガで姿勢を正すことによって、普段の生活でも、あ、今猫背やちょっと姿勢伸ばすなとか、うわ、腰反ってるなとか、ちょっと鏡に映った自分の姿がね、めっちゃ猫背とかだったら、うわ、あかん、やばい、姿勢正さな、みたいな感じで、こう普段の生活でも意識を払うようにちょっとなりました。で、それがいいなって思うポイントですね。で、最後3つ目は、そのヨガ中にスマホをいじらないことです。スマホを触らないことです。で、私が行っているヨガは、基本1時間のレッスンがあります。私はそのヨガに行って、で、そのロッカーで着替えて、だいたい10分とか5分前ぐらいにはそのレッスンのスタジオに入って、で、ヨガが終わったらめっちゃ汗をかくので、その後シャワーをして、着替えて、で、帰るっていう。で、これを全部を終えるのにだいたい1時間半ぐらいかかります。で、この1時間半、一切スマホを触らないんですね。で、これがめっちゃいいって思いました。他の運動だと、例えばジムに1時間行くとか、1時間走るとか、何でもそうだと思うんですけど、やっぱりジムに行ってた時って、音楽を聴きながらとか、ポッドキャストを聴きながらとか、どうしてもスマホがあって、で、そのついでにちょっとインスタグラムスクロールとかみたいな感じで、スマホは常に手に持っていたなって思います。で、そうすると、もちろん運動をね、する時はそっちに集中しているんだろうけど、ずっとなんか気になるものが自分の横にあるっていう感じだったので、今思えばそうだったなって思うので、筋トレとかジムももちろんいいし、私もまた機会があればいつでも行きたいなって思うんですけど、ヨガとの違いですね。そのヨガをやってる間、レッスンのスタジオにはスマホを多分持って入ってはいけないと思います。私はまだスマホを持ってね、そのレッスンスタジオに入ってる人を見たことがないんですけど、
なので、もう完全にお寺のお坊さんですか、修行してるんですかみたいな感じになります。スマホがないので、でもスマホを手に持ってないから気になるなとかは一切なくて、自分の呼吸とか姿勢とか、骨盤の位置とかにずっと意識を向け続けるので、それがめちゃめちゃいいなって思いました。スマホがない、時間がね、あるっていうのはすごくいいなって思いました。で、普段ね、学校に行っても仕事をしていても、確かにスマホを触らない1、2時間っていうのはあると思うんですけど、常に自分の横にあることによって、何か気になってるなとか、なんかちょっと注意がそれているっていう瞬間があると思います。でも、もうその場に完全にスマホもない、一切自分の邪魔になるようなものがないってなると、もうめちゃめちゃ集中できるし、呼吸も整うし、姿勢も整うし、いいことしかなくねって本当に思いました。これを聞いてくださってる中でも、ヨガを習慣にしてるよとか、ホットヨガに通ってるよとかっていう方もね、いるかと思うんですけど、そういう方の、ヨガをするメリットっていうのもね、聞いてみたいです。なので、もしヨガを習慣にしている方がいたら、ぜひコメントで教えてください。では次ですね。もう一つ始めたのがマシンピラティスです。マシンを使ったピラティスです。で、ヨガとピラティス同時に始めんの？みたいな、忙しくね？って思う方もいると思うんですけど、これはね、同じ会社が運営していて、で、最初の3ヶ月間は、ホットヨガとピラティスどっちも何回でも通っていいよっていうプランがあって、で、私はそれにしました。なので、今どっちも通っているっていう感じです。頻度で言うと、ヨガが週2回、ピラティスが週1回ぐらいです。それを今2週間とか続けただけなので、ピラティスはね、まだ3回しか行ってないです。で、ヨガは何回行っただろう。5回とか6回ぐらい行ったかなと思います。なのでね、ピラティスは今後続けていくかはわからないですけど、最初の3ヶ月間安くね、試せるので、それで自分がどう変わるのか、これからも続けていきたいと思うのかどうかで、今後続けるかは変わってくるんですけど、最初3回行った、マシンピラティスに3回行ってみた感想なんですけど、私はね、めっちゃしんどいです。めちゃめちゃ大変です。ジムとかホットヨガよりも、もう何倍も大変です。まずそのマシンの使い方がわからないので、それで戸惑うっていうのも正直あります。なのでそれはね、慣れていったら大丈夫なんですけど、で、あとは本当に普段使っていないんだろうなみたいな太ももの内側の筋肉とか、骨盤の位置を正してとか、もうめちゃめちゃしんどいですね。なんかこれもインスタか何かで見たことがあるんですけど、すごく筋トレをしていて、もう体超ムキムキっていう人が初めてピラティスに挑戦するみたいな動画を見たことがあるんですけど、それでもなんか筋肉はめちゃめちゃあるから、どんな動きでも大丈夫なはずなのに、ピラティスをやるともう足がブルブル震えてすごく大変だったみたいな動画を見たことがあるんですけど、でも本当にその通りだなって思いました。私も、ジムに通ったこともあるし、家にね、5キロなんですけど、5キロのダンベルがあるので、それでたまにこう、よいしょよいしょって運動したりしていたので、筋肉はゼロではない、ある方だと思ってました。でもピラティスだと、もう使う筋肉が違うのか、50分間ピラティスのマシンを使って運動した後は、もうめちゃくちゃしんどくて、こう体がどんどん崩れていきそうな雰囲気はあるんですけど、それでもやっぱ50分間ね、運動したおかげで、確かに足がまっすぐになってるっていうか、なんか気のせいかもしれないですけど、なんか体が動きやすいなって思ったりしたので、ほんとに50分でこんなに変わるのかって思ったので、とりあえず3ヶ月間は続けていきたいなと思います。で、やっぱりほんとにまだ2週間とか3週間ぐらいしか経ってないんですけど、ちょっとずつ体の変化あるなって思います。
見た目がちょっとずつ変わってきている気がします。その2週間、3週間では大きく体重が減ったりとか、誰から見ても変わったねみたいな変化はないですけど、でもなんとなく姿勢正しくなってきてる気がするとか、動きやすくなってる気がするみたいな感じはあるので、これを続けていってどう変わるかっていうのをね、結構楽しみです。で、私はこのヨガとピラティスを始めて、めっちゃ忙しくなったというか、やっぱり外にね、こう行かないといけないし、各レッスン1時間ぐらいあって、時間をたくさん使うんですけど、でもそれでも全く後悔はないぐらい、あ、私はやっぱり体を動かすのが好きなんだ、運動好きなんだっていうのを改めて感じました。ヨガとかピラティスとか、もう筋肉がすっごく震えて、めちゃめちゃしんどい瞬間みたいなのもあるんですけど、これをこれからも続けていこうと思うので、どんな変化が出るのか楽しみです。いくらピラティスをしてる、ヨガをしてるって言っても、それをしていない時間の方が圧倒的に長いので、そこでどれだけピラティスとかヨガの成果を無駄にしないために意識するかっていうのが大事だなと思ってます。普段から姿勢を正して、やばいなって思ったらストレッチしてって感じで、今年は姿勢改善、姿勢を正すっていうのをね、目標に頑張ろうと思ってます。で、最後ですね、最後1月から始めたものはジャーナリングです。ジャーナリングを始めました。で、以前のエピソードで日本語を勉強するのにジャーナリングおすすめだよって話をしたんですけど、そんな感じで私も英語とか韓国語を勉強するときに、ジャーナリングをしてきました。なので、そのジャーナリングっていうもの自体を今年から始めたわけではないです。今までもやってきてはいたんですが、毎日書いているわけではなかったです。これはもう本当に気分によって書いたり書かなかったり、絶対にやると決めた習慣みたいな感じではなかったです。ですが、今年の初めにマイブックという本を買いました。その本のタイトルがマイブック2026年の記録っていうタイトルなんですけど、こういう本を買いました。で、その本のジャンルですね、それは文庫本という小さい本で、これを出版しているその出版社は、小説とか、いろんな本の文庫本っていうのを売っています。それを出版している会社なんですけど、で、その出版社がマイブックっていう本をね、毎年出版しているみたいです。で、このマイブックっていう本の中には日付だけ書いてあります。1年分の365日分の日付だけ書いてあって、あとは全部白紙です。ブランクページが365日分ある、そんな感じの本です。で、ここに書かれてあるこの本の使い方なんですけど、例えば新聞記事とか切手とか、2026年の様々な思い出を残すためのスクラップブックとか、その日の夢を書き留めておく夢診断ノートみたいな、あとは友人、恋人同士の交換日記とか、自分のアイディアとかひらめきをメモするためのノート、あとは食事日記ですね。朝昼晩何を食べたかっていう食事日記として使ったり、普通の日記帳として使ったりなどなど、この本にはそのおすすめの使い方みたいな書いてあるんですけど、こんな感じで本当に何をどうやって使ってもいいんですね。ただ日付が書かれてあるだけで、皆さんのご自身の2026年を完成させてみてくださいみたいな本です。で、私はこれを SNS で見た時に、なんかめっちゃいいじゃん、買ってみようと思ってすぐ買いました。で、私もちょっとどうやって使おうかなって迷ったんですけど、食事日記を書いたり、なんか思い出だけを書くみたいな、特別な本みたいな感じにしようかなって思ったんですけど、私はもう普通に毎日日記をつける、毎日ジャーナリングをしようと思って、今はそんな感じで書いています。で、確かに毎日ね、たくさん書きたいことがあるわけではないですけど、でも毎日毎日こうやって書いてると、自分の考えがまとまったりとか、全部書き出すことで、それを後から見返した時に絶対めちゃめちゃ面白いなと思ったので、これをね、頑張って1年間、2026年はこれを続けていこうと思ってます。で、あとは
365日分あるので、本を書いてみたい、小説を書いてみたいっていう人は、毎日自分で1ページずつ小説を完成させるみたいな感じで書いても面白いのかなと思いました。で、逆に書かない日があっても全然いいなと思うんですけど、私はね、毎日書いていこうかなと思います。で、これはあくまでも本なので、ノートではないので、ノートとして書きやすいわけではないです。なので普通にジャーナルをしようと思ったら、その日付だけ書いてあるノートとか、何も書いていないノートを買って、そっちに書いた方が面白いっていうか、そっちに書いた方が書きやすいとは思います。でもこの文庫本っていうこの本の形式、なんて言うんですかね、この本の形、これが日本人にとっては馴染みのある形なので、そこに自分で直接何かを書けるっていうのはすごく私にとっては面白いし、いいなって思いました。なので、この文庫本に馴染みのない人は全然普通にノートを買ってジャーナルした方がいいと思うよって言いたいんですけど、文庫本普段から読んでいて、何かこう自分で書いてみたいみたいな人には、これがすごくおすすめです。で、これで2026年ね、毎日ジャーナルをし始めたので、ジャーナル書くことってやっぱりいいんだなと思って、前回ポストした日本語を学ぶのにジャーナルしてみてはどうですかっていうエピソードを、作ってみました。で、ちょっと補足すると、日本語でジャーナルしたくても難しい場合ありますよね。最初はほとんどの方が難しいって感じるかもしれないんですけど、その場合は一旦自分の言語、自分のネイティブ言語で書いてみる。その後に自分で、頑張って翻訳してみるっていうのもいいと思います。翻訳は最初から AI を使うのではなくて、一旦自分で翻訳してみるっていうのがいいかなと思います。で、最初から日本語で考えるのが難しい場合とか、何を言ったらいいかわからない場合、考えがまとまらない場合は、皆さんの自分の母国語で考えを整理してから、それで一回書き出してみて、で、それを日本語にどうやって翻訳したらいいかなっていう風に考えてみるのもいいのかなと思いました。そんな感じでちょっと前回のエピソードの補足になるんですけど、今回は2026年1月に始めたものっていうことで、ヨガとピラティスと、そしてジャーナリングについてお話ししてみました。2026年これをどこまで続けているか、すべてやめているのか、それも多分ジャーナリングしていれば何か書いていると思うので、自分の考えとか行動とか感情が1年間の間にどう移り変わっていくのかがね、1年の終わりに振り返るのがとっても楽しみです。今回は2026年1月に始めたものということで、ヨガ、ピラティス、ジャーナリングについてお話ししてみました。皆さんは2026年の初めの1ヶ月がもう終わりですが、何か新しく始めたこととか、逆にやめたことなどはありますか？そんなね、きりよく何かをスタートできたりやめれたりしてたらいいんだけど、そう簡単にはいかないっていうのが人間かなと思います。でもやっぱり1年の初めとか月の初めっていうのは、こう気分的にも何かを始める、何かをやめてみる、何かに挑戦してみるっていうのにすごくいい機会だなって私は思うので、皆さんもね、2026年日本語をもう一回ちゃんと勉強しようと思って始めてみた、ちゃんと1ヶ月間毎日勉強できたよなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからもサポートしたい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。メンバーシップに参加していただくと、トランスクリプトだけではなく毎月ワークシートも配布しているので、日本語を真剣に、学びたいと思う方がいましたら、ぜひ参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって続けていくことができているので、本当に感謝です。ありがとうございます。では今回はここまでになります。今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。